こんにちは、ロック204チャンネルです。今回は Python でのファイルダイアログの使用方法についてお送りします。今回扱うファイルダイアログは、ファイルを選択する画面がいろいろな場面で登場します。例えば Excel において、開くファイルを選択する場合、このような GUI を用いたファイルを選択する画面が表示されます。こうした画面のことをファイルダイアログと言います。今回は Python でファイルダイアログを表示する方法について解説を行っていきます。ファイルダイアログの使用例を解説していきます。この例では、ウィンドウとしてルートを表示します。そして画面上には、ファイル名を入れるテキストボックス tx アンダーラインボックスを設けます。その下にボタンアンダーライン A を設置します。このボタンが押されると、ファイルダイアログが表示されるようにプログラムを行います。取得したファイル名は、セージメスにも表示するようにします。ボタン A が押されると左のようなファイルダイアログが表示されます。開くの上のオプションを選ぶと、右のように CSV、テキスト、PY の拡張子のあるファイルが選択することができるようにします。ここでファイルを選択し、開くを選択すると次のスライドのようにプログラムが展開します。ファイル名の下のテキストボックスには選択されたアドレスが表示されます。またメッセージにも同様に表示されます。それではプログラムを解説していきます。ファイルダイアログを使用するには、インポートtakeInterの他に、takeInter.FileDialogモジュールもインポートする必要があります。ファイルダイアログを表示する場合、7行のように最初に、ファイルタイプとして例えば CSV ファイルの設定では CSV の後に*.csv のような設定を行います。ここでは他のテキスト形式 Python ファイルなどの設定も行っています。そしてファイルダイアログを表示する場合、モドリチ rt.takeInter.FileDialog.AscoPenFinYame の中にファイルタイプスファイルアンダーライン typ のように設定します。ファイルダイアログで取得されたアドレスは変数 rt に代入されます。テキストボックスに表示するには最初に10行のように、すでに表示されているデータを例列より最後までデリートします。そして tx アンダーラインボックス .insert 命令によって取得されたアドレスをテキストボックスの中に挿入します。そして12行ではメッセージのテキストに、テキストボックスの内容を代入しています。こちらは Windows の設定を14行から19行にかけて行っています。そして21行から23行にかけてファイルアドレスを表示するテキストボックスを設定しています。こちらのコードは単の設定とメッセージボックスの設定を記述しています。それではプログラムを見ていきましょう。実行します。そうするとこういうボックスが出てきます。Windows ですね。そして、ボタンをこれを押すとこういう形でファイルダイアログが表示されます。ここでファイルを選択することができるようになっています。で、ファイルの種類はこちらの方でですね、CSV テキスト Python を選ぶことができます。ここでは CSV ファイルにしています。そうすると、ここにアドレスが表示されます。こちらとこちらですね。こっちがメッセージ、こちらがテキストボックスになります。それではプログラムを見ていきます。最初に、インポートテキインターの後に、このような形ですね。テキインターファイルダイアログとしてこのモジュールを、インポートします。そしてボタン A が押されたときに実行する、関数です。で、まず最初に、ファイルダイアログを表示する前にこちらのような設定を行います。ファイルタイプ、これは適当な名前でいいんですけども、ここでリストとして、CSV ファイルの設定ですね。カンマアサリシク .csv、でテキストとして、拡張子が txt Python として、拡張子が Py のタイプ
っていうような形で、まずこの変数を用意します。そして、ダイアログを表示する命令ですね。これが tkinter.fileDialog.ask.open.filename の後にこちらで設定した変数をここで設定しておきます。そして戻り値が rt とします。これは、このアドレスがここで得られたアドレスがこの中に入ってきます。で、アドレスをテキストボックスに入れますけども、最初にテキストボックスを空にします。0列から、終わりまでをですね、デリートしてやります。デリートしてやって、そして、新たにアドレスの入った変数 rt の内容をインサートしてやるっていう形になります。メッセージについても同様な形で、テキストボックスより、ゲットします。そして Windows の設定ですね。で、ファイルアドレス用のテキストボックスの設定。で、ボタン A の設定。で、メッセージの設定、となっています。使用例2では、読み込んだファイルアドレスよりデータを読み込むプログラムを説明します。変更点はボタン_Aの表示部分をファイル指定とし、またボタン_B を追加し表示部分をデータ表示としています。ボタン_B が押されると指定したアドレスに基づき CSV ファイルを読み込みコンソールに表示します。このプログラムでは Pandas モジュールを使用しますので、最初にこれをインストールしておきます。ここで用いている Mu エディターでは、最初に設定ボタンを押し、サードパーティーパッケージのタグを押して Pandas と入力して、OK ボタンを押すと、Pandas がインストールされます。プログラムを説明します。データを表示するのに Pandas モジュールを使いますので、Import Pandas as PD とします。Push_A 関数は変更ありません。次に Push_B 関数を用意し、変数アドレスに tx_box.get 関数で読み込んだアドレスを代入します。データフレーム df を用意し、pd read_csv の括弧の中にアドレスを入れ、スキプローズ Q とし9行読み飛ばした後データを読み込みます。データによっては、の記述が必要ない場合があります。読み込み可能な CSV ファイルの種類は UTF-8 でなければエラーとなることに注意をしてください。そして18行でコンソールに読み込まれたデータフレームを表示します。こちらの変更点は14、35行目のボタン_B を設定する部分となります。それでは2番目の例を見ていきます。まず、プログラムを実行してみましょう。こういうような画面が表示されます。こちらが A ボタンで、こちらが B ボタンになります。で、こちらの方の読み込みについては同じですね。こういう形で選んでやって、ファイルが表示されますね。ファイル名が表示されます。で、ここでデータ表示を行うと、こういう形でデータがコンソールに表示されるというプログラムになってきます。ではプログラムを見ていきます。先ほどの部分にこれを追加します。Pandas ですね。Pandas モジュールを追加するんですけども、Mu エディターの方ではこちらの設定ボタンを押してやって、サードパーティーのところですね。ここに、Pandas っていう入力を行って OK を押すとインストールが行われます。こちらにあるリストはすでにインストールされているモジュールの名前が表示されています。で、ボタン A については同じですね。ボタン B については、テキストボックスから、テキストをアドレスに、代入します。そして Pandas を用いて read CSV で、
こちらのアドレスのファイルを読み込みます。この場合、休業スキップするようになってますけども、場合によってはスキップなしで、読み込む場合もあります。今回の場合はスキップ9ということで、不要なデータを読み込まないようにしています。そしてコンソールにプリント文で表示っていうようなプログラムとなっています。